こんにちは、バリバスの里姉です。今回ですね、リールへの糸の巻き替えということをテーマにね、皆さんにお届けしていきたいと思います。基本的な糸の巻き替えの仕方もね、お伝えしていくんですけれども、ちょっとしたね、小技なんかもお伝えできたらいいなと思っております。この動画をご視聴いただくと、24時間、いつどこでも、どんな時も、自分でリールのね、糸巻きがね、できるようになりますので、是非最後まで見ていってください。さてじゃあ早速ねやっていきたいと思いますが、巻き替える糸なんですけれども、キャパシティっていうのがありまして、リールの中にどれだけ糸がね入れられるかっていうのがありますので、ここをまず見て、自分は何号何メーターの糸を買ったらいいのかってところをちゃんと分かった上で、糸をね選んでください。で今回ね使用しますのはセフィア C3000HGS というねシマノさんのリールなんですけれども、ここに 0.6 号の PE だと 200m、 0.8 号だと 150m と書いてありますので、今回私が巻き替えたいのは 0.8 号で 150m 巻けるっていうことなので、こちらですね、0.8 号 150m、こちらの糸を巻き替えしていきたいと思います。はい、では早速、ラインをね開けていきますが、なんとバリバスさんの商品には、ね、こんな 0.8 号なんてねシールがついてました。そしてですね、糸が出てきますので、この糸をね、くくっていきます。このねちっちゃいリールじゃ見にくいですよね。でっかいリール用意しました。こちらです。では、ご説明用にですね、大型のリールと太めの糸をね用意しました。これからね糸をリールにくくっていくのを紹介していくんですけれども、ユニノットというね結び方をご紹介していきます。まずですね、糸で英語の N の字を作ります。 N、はい、でその本線、長い方の糸と、あと斜めに走ってるこの糸ですね、この糸を2本を束ねて、で端糸、端っこの方の糸でこれを重ねます。はい、で重ねたら今できたこの小さい方のループに、端糸をね6回通してください。1、2、3、4、5、6、はい。そしたらこれを締めていきますが、この時ね口でちょっと濡らしてあげると、締めやすいかなと思います。はい、ループができました。でこのノットね、いいとこがありまして、ちょっとねこう引っ張るとループの大きさをね大きくできたり、また別にこう小さくねすることも可能です。で今回この後ねリールに、ここにね4回くくっていくんですけれども、このループだと小さくてくくれないので大きくしていきます。引っ張って大きくしてください。まあね手のひら2つ分ぐらいあればね十分かなと思います。はい、で、ベールをリールのこのパースですね、ベールを返します。返したらここにですね、今できたループを4回通してください。1、2、3、4回通したら、結びこぶを締めます。でしっかり引っ張ってキュッキュッとしっかり引っ張ってください。左右に締め込んで結びこぶがね完全に密着するようにしてください。で今回ご案内するのが、T ライン、0.2 号の細いところから、だいたい2号ぐらいまでの太さのところを想定してますので、もっとね大型のビッグゲームとかを想定するともっとね、難しい、締め方をねしないといけないんですけれども、今回の、糸だったらこのくらいで大丈夫です。滑りませんので大丈夫です。で端糸を切りました。でベールを返してくくりのところは完成です。
では、リールと糸をねくくることができました。はい、これからね早速糸巻きをしていきたいと思いますが、これ私ね昔からすごくやっちゃうんですよ。このねベールに糸をくぐし忘れるんですよ。そうするとこのね糸がね巻けないんですよね。全然糸が巻けないんです。はい、でね皆さんにちょっと私と同じ失敗をしてほしくないからねお伝えしますが、昔は私ねここで失敗すると糸を切ってまた結び直してました。ところがねいい時代になったもんなんですよ。このね、スプールを蓋してるパーツ、このノブを外します。はい、そして、このねスプールも外します。で、ベールを開けてそこに刺せばこれでね糸切んなくて済むんですよ。ね、もう昔の里姉少年にねあんたそこ切んなくていいんだよっていうのをね教えてあげたい。そうすればほらねここ糸がねベールの下を通ってますので、はいですね。ではこれで早速巻いていきたいと思います。でここでね便利なのが便利グッズ、こちらですね。第一製鋼さんのね高速リサイクラーというね、商品が出ております。これすごく便利なので、1台ね一家に1台あると便利だと思います。はい、じゃあこれね、高速リサイクラーを設置しました。見えるかな。これです。ここにね万力で固定できますので、はい、でここに、スプールをね穴を開けてでここに通していきます。でこの時にある程度テンションを張ってた方が、トラブルが起きにくいので、ちょっとね、このパーツにはこういうねテンション調整できるところがついてるんですけど、2人でやるときは、持ってってもらう人にちょっときつめに持ってもらえるとか、お願いするといいと思います。はい、でこれでね巻いていくんですけれども、これだと結構不安定で、持ちにくいので、2ピースの竿のねグリップ部なんかがあるとね、これにつけてやってあげると安定してできます。でよくねこのガイドに通して、はい、このガイドに通してやる方も多いと思うんですけど、それでもいいと思うんですけれども、結構ねガーって巻くとこのね SIC リングといえども結構熱くなって糸にダメージがね与えてしまう場合があるんで、ガイド通す時は割とゆっくりめに巻いてあげてください。はい、でここのドラグですね、ドラグをちょっとある程度強めにしてあげて、はい、結構締めてください。締めてこれで巻いていきます。はい、じゃあこちらね、全部巻き終わりました。こちらですね、リールにねラインがぴったり入りました。でこれもともとね 0.8 号が 150m 入りますよっていうリールなので、それにねぴったりの糸をね今回巻いたので、トラブルなく、綺麗に入ってるんですけれども、ちょっと太い糸を同じ分量巻きたいよっていうふうにやってしまうと、これ以上にかなりね糸がねたくさん入ってプールエッジからちょっとね飛び出すぐらいまでね糸が入ってしまうので、それでね、糸巻きができないことはないんです。糸巻き自体は一応できるんですけど、実際現場でキャストした時に投げた時に糸がね収まってないのでボワーッと出てしまって結局ライントラブルってことになりますので、あともう一つ糸巻きする時にちょっとこうテンションかけて固く結んでくださいねって話もね言うと思うんですけれども、緩く巻いてしまうとキャストの時に一緒に上の糸と下の糸がつられてボワーって出てしまってライントラブルってことになってしまうので、ラインキャパシティをね守って巻いてもらうこと、もう一つラインテンションをかけてちょっときつめにね、巻いてもらうこと、この2つを意識してね、巻いてもいただければ現場でねライントラブルでね困ることもそんなないと思いますので、その2つ意識してね糸巻きしていただければと思います。最後にね忘れちゃいけないのがねこちら、今回ねバリバスの糸にはですねこういった便利なシールがついてるんですね。はい、こちらこんなね、0.8 号っていうね、これね、全ての商品についてるわけじゃないんですけども、
結構ねいろんな T ラインにこういったシールがついてますので、これ今日はねこれ今 0.85 巻いたなってすぐ分かるんですけど、ちょっとね月が経つとあれこのリール何号巻いてあるんだろうってなった経験ね皆さんもあるんじゃないですかね。こういったね、シールがついてますので、このシールをねペタッと貼っといていただけると、釣りの時にもねやべ大物かかっちゃった、この糸何号だっけとかね、そういう時にも0.85 か06よりはまだ頑張れるかなとか、そんなね感じで、ここにねシール貼れますので、はい、以上、スピニングリールへの糸の巻き方でした。この動画がね参考になったよ、糸巻きやってみるよっていう方はね是非、高評価ボタンお願いします。あとねチャンネル登録も非常に嬉しいです。これからもねお役立ち情報をね、流していきますので、是非チャンネル登録もお願いします。それではタトネーでした。バイバイ。